人と技術で建設業の未来を築く RF テクニカ。生きたデータでビジネスに生きたソリューションを、東芝テック。一人の商人、無数の使命、伊藤忠グループ。東レ株式会社滋賀事業場、大同特殊工株式会社、株式会社西日本シティ銀行、パナソニック株式会社エレクトリックワークス社、住友電機工業株式会社、 JP ロジスティクス株式会社、富士フイルムビジネスイノベーション株式会社、三菱商事株式会社、株式会社ランテック、日本通運株式会社、 NX 商事株式会社、ご覧の企業様よりご支援ご協力をいただいております。誠にありがとうございます。サムライリーグ2026グループ D 第3試合となります。この試合は赤パナソニック株式会社エレクトリックワークス社対白 JP ロジスティクス株式会社の一戦となります。この試合の実況を務めます田中さゆりと申します。どうぞよろしくお願いいたします。そして解説をしていただけるのはこちらのお二人です。それぞれ自己紹介をお願いいたします。中村貴則と申します。私はコラムニストという肩書きでファッションとかレストラン、お酒とか旅をテーマに雑誌やテレビで活動をしております。また世界のベストレストラン50という世界のレストランを評価するイギリスの機関があるんですけども、そこの日本の審査委員長をやっておりまして、世界中のレストランを評価するということもライフワークの一つにしています。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。東レ株式会社の竹本と申します。よろしくお願いします。お願いします。改めまして中村先生、竹本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまず試合を見る前にですね、中村先生にちょっと質問があるんですけれども、はい、試合をするときに、はい、特に意識しなければいけないことってありますでしょうか。はい、いろいろあるとは思うんですけども、まず自分の得意技を出し切る、それをどこで出せばいいのか。やはり相手も強いので、そのチャンスを確実に取り切るっていう、多分その意識が一歩につながると思うので、自分もそこを大事にしてやってますけど、重要なところの一つかなと思ってます。はい、ありがとうございます。竹本さんはいかがですか。はい、私は練習でやったことをしっかり出すためには、まずは立ち上がりの発声や、普段から言われている足を使うなどの基本的なところをまずは大事にすることが、いつもと同じようにやるそのためには大事なことなのかなって思っているので、そこを大切にしています。はい、普段から常に意識されていることとかもあるんですか。そうですね、立ち上がりの発声、そして構えというところは、意識してますし、で緊張する場面では、深呼吸をするなど自分を取り戻すためにっていうルーティーンみたいなところは大切にしています。今中村先生があーってうなずいてらっしゃいましたけど、中村先生はいかがですか。はい、もうおっしゃる通りだなと思うのと、あとは今緊張っていうふうにおっしゃられてて、皆さん緊張しますよね。だから自分もやっぱりリラックスしてないと自分のいいとこって皆さん出ないと思うので、どうやって緊張を取るかっていう時、自分はですね、会場って全部違うじゃないですか。まず会場に行ってやっぱ発声が隅々まで届くようにイメージするとか、会場のこの箱の全体を自分がもう取り込むような、そういう自分なりの儀式じゃないですけど、そういうことをちょっと心がけてます。なるほど、はい、ありがとうございます。さあ、それではグループ D 第3試合先鋒戦が始まります。Panasonic
さあそれでは試合が始まります。先鋒戦、赤張蓮太郎選手、白沢井翔選手。先鋒戦が始まりました。竹本さんはこちらのお二人はご存知ですか？はい、この両選手とも、関西の大学出身なので、私も関西の大学出身で大学時代はよく、試合をしたり、試合を見たりしていました。なるほど。はい、さあまずは先鋒戦なんですけれども、赤の張選手は出身地が大分県、一方白の沢井選手は和歌山県出身となっています。竹本選手は、はい、先鋒とかもやったことあるんですか？そうですね、小学生中学生の時は主に先鋒で試合をしていました。中村先生、やはり先鋒っていうのはやっぱり勢いとか大事なんですかね？そうですね、やはりこのムードっていうのもやっぱり団体戦の場合は非常に重要なので、やはり積極的に打つ、あともう気迫、あと声も出すっていう意味では先鋒は先鋒の役割があるんじゃないかなと思います。張選手も初立ち思いっきり、ね、面からいって、はい、素晴らしい滑り出しなんじゃないかなと思います。そんな赤の張選手、得意技が片手面、一方白の沢井選手は得意技が面となっています。張選手の片手面は、思ってるよりも上から打たれるので、受けていてもその上から打ってくるような腕の使い方だったり手首や肘の使い方で角度がすごいので、よくみんな受けてる上から打たれてるイメージがあります。竹本選手も打たれたことはありますね、稽古した時に。ありますか？はい。竹本選手は上段は得意ですか？あまり得意、その得意でも苦手でもないですね。なるほど。はい。さあ残り1分切っています。さあ中村先生、どのように今見てますか？いいですね、張選手のやっぱり構えが独特のちょっと横に足内があるんで、あれで面の軌道っていうのをイメージしにくいでしょうね。あれだと小手の軌道もいいんですけど、あそこから思い切って上に振ってくるんで、やっぱ手首の使い方が非常に上手ですね。惜しいです。もうちょっと惜しかった。沢井選手も積極的にいってますよ。返しましたね。今のはよく面を合わせて返していったなっていう技ありの一本ですね。中村先生お願いします。はい、今沢井選手十分引きつけて打たせてからの返しの面、非常に良かったと思います。はい、綺麗に当たってますね。なかなかね、下がっちゃうんですけど、引き付け下がらないで引き付けといて、そこから返してうまくお手本のような面返し面だと思います。はい、沢井選手面を取りました。残り約10秒で取りましたね。はい、ここでブザーが鳴りました。先鋒戦、張選手対沢井選手は沢井選手の一本勝ちとなりました。次鋒戦、赤小坂匠選手、白宍戸恭介選手。さあ次鋒戦が始まりました。竹本さん、はい、小坂選手も関西大学ですね。はい、そうですね、はい、私も大学時代も試合したことがある選手です。どんな選手なんですか？そうですね、引き技だったり、細かい技、固定とかそういう技がすごい得意な選手で、簡単に入っていくと打たれますし、つばずりも気抜いてると打たれちゃう、はい、強い選手になってます。はい、ありがとうございます。さあそんな小坂選手の得意技が引き面、一方後ろの宍戸選手が片手面となっております。中
中村先生、時報というポジションはどんなポジションなんですか？そうですね、先方からの流れを受けてからの次の展開をしなければいけない立場なので、全体を見なきゃいけないっていう役割がありますね。いいですね。赤の小坂選手が引き目を取りました。得意なとこ行きましたね。中村先生お願いします。はい。小坂選手、引き面得意ということで、小兵選手、今、ちょっと身長が高くない選手は、実は引き面っていうのは、角度的に当てやすいんですよね。背が高い人が低い人に打つと振らなきゃいけない。でも、低い人が高い人に打つときは、引き面っていうのは、距離が近い分、打ちやすいっていうのが、そこが非常に、小兵選手の非常に優位なところなので、そこを十分に自分の個性を生かしている、そういう技ありの一本だと思います。なるほど、ありがとうございます。さあ、小坂選手が得意技の引き面で一本取りました。竹本さん、今の小手も惜しかったですよね。そうですね、大坂さんの反応を見る限り左手に当たったのかなっていう感じで、そうですね、惜しい場面ではあったと思います。これ一旦試合が止まります。この試合が止まった後もまた大事ですよね、高本さん。そうですね、この立ち上がり、立ち上がり消極的になりそうな場面で、どっちが思い切っていけるかっていうところも見ものだと思います。中村先生、宍戸選手、思いっきりいい面ね。片手面が得意技で入ってるっていうんで、今片手面、遠間からの片手面、良かったですけどね。あれをもう一回どっかで。やはり間合いが2人とも自分の得意の間合いが違うので、宍戸選手の場合は自分の遠間のところをいかにチャンスを作っていくか、思い切ってそこを出せるか、片手面良かったですよ。もう一回ね、勝負どころで出していただければ。そうですよね、得意技となっております。期待したいです。ここで合議がかかりました。これは何だと思いますか？そうですね、これはどちらか小坂さんの時間空飛なのか、いやでもそういうふうにも見えなかったので、宍戸さんの方ですね。失礼しました。選手に反則1回となりました。小坂選手が面を取りました。竹本さんお願いします。はい、小坂さんが先に入って仕掛けて、相手が中途半端に小手に逃げたところに返し面、ここうまく腕を畳んで打った返し面だと思います。素晴らしい面ですね。なかなかこの近い距離でこの物打ちでしっかり捉えるっていうのはなかなかできないので、小坂さんのテクニックだと思います。なるほど。次鋒戦は赤の小坂選手の勝利です。5勝戦、赤岡部勇樹選手、白小島勇樹選手。さあ、5勝戦が始まりました。今のところ1対1、本数1本有利でパナソニックさんが今中村選手有利となっていますね。そうですね、まだでも前半戦でほぼ互角と言っていいんじゃないですかね。竹本さん、今いいところでしたね。そうですね、相手についたところを思い切った飛び込み面、惜しかったです。さあ、赤の岡部選手は得意技が面、一方白の小島勇樹選手も得意技は面と、両者ともに面ですね。中村先生、この5勝戦も本当に大事な試合になってきますよね。そうですね、ここで流れをどっちに持って引き込めるかって、そういうところもありますね。1分が経過しました。竹本選手は2人とやったことありますか、試合は。あります、どちらも。どちらも関西のチームなので、実業団の試合や練習試合で戦ったことがあります。それぞれどんな試合をされるんですか、この2人は。そうですね、小島選手はすごい体も大きくて力強いで、構えもまっすぐどっしりしたタイプで、
岡部選手は、結構積極的に技を出しながら変化した技も打ってこられるので器用な選手かなと思っております。ありがとうございます。岡部選手は出身県が愛知県、一方小島選手は滋賀県が出身となっております。残り1分です。今のも惜しい。惜しいですね。いいところですね。中村先生いかがですか、試合見て。そうですね、相手のうまくどっちがこう引き出すかっていう、そういう駆け引きのところも、すごく見てて面白いですね。今小島選手の面、小島選手下がった後なんですけど、しっかり足を作って相手の入り際を思い切って乗ったいい出花面だと思います。違う角度から見てみましょう。はい、岡部選手はちょっと中途半端に合わせに行ってしまったのかなっていう印象を持っています。ありがとうございます。ここで小島選手が面を取りました。さあ残り30秒です。いい接戦ですね。ここは小島さんはもう守りたいでしょうね。中村先生お願いします。はい、今一瞬ちょっとあともう時間少ないところでどうしようかなっていう、一瞬のちょっとついちゃったところですかね。でも岡部選手も一回攻めて、相手が受けて来ないかなと思ったところを打ってるので、しっかりここはワンアクションを攻めてますよね。はい、ちょっと担ぎっぽいんですけども、しっかり前でさばいてるので、体も乗ったっていう感じですね。はい、ここで岡部選手が面を取り返しました。勝負となります。ここでブザーが鳴りました。武将戦は岡部選手が面を取り返して引き分けとなりました。中堅戦、赤沖拓磨選手、白竹内秀選手。中村先生も中堅戦も本当に大事ですよね。そうですね、ここまで両者、両チームとも競ってますからね。中盤中堅からどう流れを作っていくか、後半につなげていくかというところを考えながら、でもここは思い切っていってほしいところですよね。はい、竹本さんもいかがですか。はい、そうですね、この中堅、今競ってる、先生もおっしゃったように競ってる場面なので、どっちが取るかっていうところでこの後の流れがすごい動くんじゃないかなって思ってます。もし竹本選手だったらここはもう取りに行く。そうですね、後ろのメンバーにもよりますし、自分が今白の竹内選手が面を取りました。はい、そうですね、竹内選手は私もよく試合見たことがあるんですけど、腕が長くて、で間合いもリズムも結構独特な選手なので、このタイミングで止まった瞬間の担ぎ面をよく決めてるのを見たことがあります。はい、いいとこですね。綺麗に当たってますね。竹内選手が面を取りました。沖選手も強いですよね、竹本さん。そうですね、沖選手は相手の入り際だったり手元を上げた瞬間っていう、その相手を動いた瞬間を狙うのがすごい上手な選手だと思ってます。沖選手は全日本学生優勝してますね。高校時代もすごい活躍された選手ですね。そうですよね。さあ残り1分半です。
中村先生もここはもう竹内選手はもうちょっと一本守りたい感じですかね。いやーでもね、奥選手もすごい強いので、気持ちが守りになったらやっぱりそこ足元救われるんで、もう一気に攻め込みたいところですよね。確かに守りに入っても難しいですもんね。いやもうそこはねついて気持ちがついてもダメなので。なるほど、ありがとうございます。惜しいな。竹山さん今惜しかったですね。惜しかったですね。ちょっと悪かったですね。さあ残り30秒。まあここは両者踏ん張りどころですね。選手が取りに行ってるのがすごい伝わります。竹内選手はうまく散らしてる感じが見えます。ここでブザーが鳴りました。中堅戦は白の竹内選手の一本勝ちとなりました。3勝戦です。赤森田拓磨選手、白松崎隆選手。3勝戦が始まりました。今のところ1対2で JP さんが有利となってます。中村先生、この試合の流れどう見てますか？まだ五分と五分な感じだと思います。勝ち数は1つ差、本数同じですからね、ここからいかようにでも持っていけるので、誰が捨て切って流れを作っていくかっていう、そういうところ、3勝、副賞あたりが誰が勝負をかけていくかっていう、そういうところも一つ見どころだと思います。竹本さんいかがですか？はい、そうですね。パナソニックとしてはここでなんとか1本取りたい場面、JP ロジスティクスさんはここで相手が取りに来るところで1本うまく拾って、チーム勝利にリーチかけれるようにしたいなっていう場面なので、ここでどっちがパナソニックさんの攻撃か、まず JP さんの、応じ技というか、そういった応用がどちらが勝つかなっていうところで見たいと思います。さあ赤の森田選手は得意技が面、一方白の松崎選手は得意技が小手となっています。森田選手の経歴も結構すごいですね。はい。竹本さん、今のは惜しかったですね。惜しかったですね。そうですね、少し相手も体が下がったので、それで届かなかったのかなっていう感じですね。堀田さん、今のような思い切った捨て身の面がよく打ってるイメージがあるので、ここで、どういった機会で捉えれるのかなっていうところが楽しみですね。中村先生もどんな風に今見てますか？いや、森田選手いいですよ。もうここは取りに行かなきゃいけない場面だと思います。さあ、もう試合時間残り1分切っております。惜しいですね。残り30秒。もう竹本選手だったらもう取りに行く感じですか？私がそうですね、パナソニックさんの立場だったら取りに行きたい場面ですね。でもちょっと雑になりすぎると拾われてしまうので、最悪引き分けでも OK ぐらいで取りに行きたいなって思ってます。今のことも惜しかったですね、先生。惜しかったです。いいところですよ。ここでブザーが鳴りました。3勝戦は引き分けとなりました。副将戦です。赤松澤直樹選手、白小畑裕也選手。さあ竹本さん、もうここは絶対松澤選手は
引き分けか、それかも取りに行かないといけないですよね。そうですね、負けてしまうとチームの負けが決まってしまうので、そうですね、取りに行きながらも、でもそこで打たれてしまうと対処につながらないので、ここは副将として仕事はすごい難しいと思います。1本取られたらもう負けですね。中村先生、ここはやはり松澤選手に1本取ってほしいところですね。そうですね、ただ副将としてのこれはもう計算しないといけない役割な思い切って出たんですけどね。ここで小畑選手の小手が入りました。ここは勝負に、逆に勝負にいった松田選手、褒めてあげてもいいとは思いますよ。はい、違う角度で見てみましょう。中村先生、小手が上がりました。そうですね、ここはもうこの後はもう思い切って2本取りに行かなきゃいけないんで、はい、ただまだ2本ある、仕事としては1本必ず取りに行くっていうのが必須ですね、松田選手。松田選手は2本取っても OK。最低限1本取んなきゃいけないので、1本取って引き分けで対象につなぐっていう、もう重要な局面ですね。ここはもう絶対取らなきゃいけないです。そうですね。逆に小畑選手はあんまり守りに徹しちゃうとまた足元低く突かれちゃうんで、ここ1分半見どころですね。ですね。松澤選手の面が外れてしまいました。でもこれは一旦試合が止まったので、竹本さんちょっとそうですね、今の立ち上がり、目つけ直すタイミングでここの入りを工夫できる、一回仕切り直す機会だったので、あそこでなんか決めきりたかったですね。なるほど。さあ残り1分です。中村先生、ここはちょっと松田選手応援しちゃいます。私は1本取ってほしいですね。足出てるからね、機会を捉えれば一発あるとは思うんですけどね。岡田選手も受けに回ってないので、松田選手の攻撃が効いてないのかなって思います。30秒。でもまだ30秒ありますから。さあ松田選手1本取れるでしょうか。ここでブザーが鳴りました。副将戦松田選手対小畑選手は小畑選手の一本勝ちとなりました。さあここでスコアを振り返ってみましょう。3勝1敗で JP さんが勝ちましたけれども、中村先生いかがだったでしょうか。前半戦パナソニックに流れがあるのかなっていうふうに思ってたけど、中盤からやっぱり流れがぐっと、特に副将ぐらいからJP さんの方に来て、やっぱり団体戦のこれはすごい難しいところであり面白いところだなっていうのを改めて感じました。1本で流れが変わっていくんだなっていう、またデケンドの面白さっていうのを改めて今日は感じました。ありがとうございます。竹本さんお願いします。そうですね、JP さんの中堅竹内さんの担ぎ面、あれが勝敗を大きく左右したのかなって思ってまして、でパナソニックさんとしましては副将の松澤選手、取りに行くか引き分けるか
っていう難しい場面であそこで落としてしまったのがすごい痛かったかなって思いますし、小畑選手も1本取った後守れば勝ちっていう場面で受けに回らず、技を出しながら、時間終わるまでうまくそこで、勝負を終わらせてしっかり決めきった副将戦、すごい良かったと思ってます。なるほど、わかりました。以上で、はい、この試合は終了となります。解説のお二人はありがとうございました。ありがとうございました。より多くの方にご覧いただけるようにチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。